て、手伝うと言ったからには早速働いてもらうわ。でも完全に素人のあなたにできることは実はあまりないの。え、そうなの？あなた、漫画の創作についてどこまで知っているのかしら？ぶっちゃけ何にも知らねそう。なら基本的なことから解説しましょうか。漫画を作るということを段階的に分けると3つの段階に分けられるの。まずはプロット。これは話を作るというカテゴリーに分けられるのならどのジャンルでも同じね。小説でも映画でも変わらないわ。漫画でも同じ。文章だけで話のあらすじを決めるの。プロでもこの段階までを作って原作として活動している人もいるわ。その次がネームと呼ばれるもの。この段階から漫画独特になっていくわね。簡単に言えば漫画の下書きみたいなものよ。小回りとか人物の位置とかを決めていくの。ここまでやって原作とする人もいるわね。まあいろいろ言ったけど、はっきり言ってこの辺りのことは知らなくていいわ。アシスタントには全く関係のないことだから。才ですか。だけど漫画を作るという工程においてはとても重要なことなのよ。だから一応知識として知っておきなさい。そして最後になるのが原稿。あなたの作業はここの仕上げにあたる部分ね。さすがのあなたでもベタぐらいの単語は知っているわよね。おう、確か黒く塗りつぶすことだよな。紙とか服とかの。その通り。あなたには基本的にこの作業をしてもらうことになるわ。つっても俺ろくに筆なんて触ったことないんだけど、大丈夫なのか？一時代前までなら大問題だったのだけれどもね。今ではパソコンで漫画を描けるようになったから、あなたにやってもらう程度の作業なら腕なんてなくても問題ないわ。そうなのか。すっげえな。というよりも、あなたでもできることがあるから頼んだのよ。まずは基本的な使い方を知ることね。予定としては今日のところはそれだけで十分。は？それだけでいいのか？無理に作業を始めて失敗をするよりは基本を覚えてミスをするなと言っているの。わかるかしら？その通りだが。と言ってもパソコン作業でのミスなんてほんの2種類しかないわ。間違ってデータを削除してしまうことと、失敗したデータを上書きしてしまうこと。この2つだけ。なるほど。シンプルなミスだけど厄介っつうことか。そうよ。その上慣れないと起こしやすいミスなのよ。回避するためにはこまめにデータを保存するしかないわ。だからそのあたりの感覚をつかむまで慣れなさい。了解。しかしこれでも手伝いのつもりで来たんだけどよ。俺って単にお前の足引っ張ってるんじゃねえの？少しぐらい足を引っ張られるのは元から計算のうちだから安心していいわ。それに一人と二人では全く違うのよ。黒猫？孤独というのは簡単に人の心を蝕んでしまうわ。だけど心を寄り添わせることができれば2でしかない力は10にも100にも1000すらも超える。その力はこの世の法則ですら乗り越えて神話となる。あなたも知っているはずよ。通わせる心が生み出した多くの伝説を。おい黒猫、戻ってこーい。残念だわ。あなたには理解できなかったようね。ああ、悪いな。まあいいわ。私もね、最近学んだのよ。
部活に入って色々とね。そうか。色々と、ね。ええ、色々と。そういや、俺がパソコン借りている間、お前はどうするんだ？パソコンを使わない作業をするつもりだけれど、プロットやネームなら紙でやっても変わりはないもの。でもよ、それが終わったら。そうね。そこまで言ったら、あなたはお払い箱かしら。おいおい、忙しい時に手伝えなきゃ意味ねえじゃん。まあ、しょうがねえ。こうなったら。あなたの妹に借りるつもり？なんでわかったんだ？あなたの考えることくらいお見通し。そっか。釘を刺しておくけれど、くれぐれもあの女に余計なことを口走らないでちょうだい。何を口走るって？あなたが私の家に来ていることよ。霧野に行っちゃまずいの？先輩って本当にバカね。おい、どういう意味だ？とにかくダメなものはダメよ。私たちの行っている儀式についてあなたの妹に話したら読み地に行かせてあげるわ。わかった。ノーパスはうまいこと言って霧野から借りておく。賞賛が？任せろ。秘策がある。何？ノートパソコン貸してくんね？なんで？デスクトップもらったんでしょ？沙織から。そうなんだけどさ、お前も妹萌えの端くれならわかるだろ？俺は妹のノートパソコンで妹芸をやりたいんだよ。は？おい、なぜ閉める？キモい。あれ、おかしいな。俺の秘策が。ごめん、今の嘘。開けてくれ。もう一度俺にチャンスを。何？マジうざい。黒猫を助けるためにお前のノーパスが必要なんだ。詳しい事情は話せないが、頼む、貸してくれ。ちょっと待ってて。はい。あ、サンキュー。あんたが何をしてんのか知らないけどさ。まあいいや。じゃあね。霧野、お前の気持ちは言われなくても分かってるよ。さて、今日から俺も華々しくアシスタントデビューか。おーい。今行くわ。よ。いらっしゃい。どうぞ上がってちょうだい。早速だけどあなたに頼みたいことがあるの。あー、すまん。なんか変なことしちまったんだが。間違ったらコントロールと Z を同時押しで戻せるわ。うん、そうか。サンキュー。一応警告。最初のうちは失敗しやすいと思うから、くれぐれも原稿ファイルを上書き保存しないように。悪い。間違って上書き保存しちまった。ああ、これはもうダメね。こっちのファイルに全部のバックアップは取ってあるわ。またあなたは一から始めることになってしまうけれど、そこはミスした罰だと思って。ほんと悪い。俺足引っ張ってばっかりだな。気にしないで。言ったでしょ、あなたのミスは織り込み済みだと。最初から期待していないわ。それに私はペンタブが。いいよ、俺が取る。それくらい私が。
っと。おい、大丈夫か？お前もしかして熱でもあるんじゃ。なんでもないわ。作業に戻ってちょうだい。おう。京介、ちょっとお皿洗うのを手伝ってくれない？おふくろ、俺いつもんとこに行かなきゃなんねえんだけど。ちょっとぐらいいいじゃない。5分もかかんないんだからさ。そんなすぐ終わんだったら自分でやってくれよ。だってあんたが暇そうに見えたからね。しょうがねえな。洗うだけでいいんだろ。うん、よろしく。あれ、お皿拭いてくれるとこまでやってくれたんだ。どうもどうも。まあこれくらいはな。あんたがこんなに親孝行になってくれてお母さん嬉しいわ。まあこんくらいだったらな。よしよし。じゃ今度も頼んじゃおう。っておい、たまにだったらいいけどよ。そう、ありがとう京介。そういやあんた最近ちょっと変わったよね。なんかめっちゃ頑張ってる後輩がいてさ、そいつを手伝ってると思うんだよ。俺もなんかやんなきゃなーって。ふーんってありゃいねえな。で俺には特別やりたいこともねえからどうすっかなーとか思ってんだけど。ああ、そうだったの？なんでそこで驚くんだよ。だって今の京介もうやりたいことやってると思うんだけど。え？最近の京介いい顔してるわよ。何か目標に向かって走ってるって感じ。そうか？今の子ただの後輩ってわけじゃないんでしょ？いきなり何をおっしゃっているので？お母さんの目を侮っちゃダメよ。あんたのことは何でもお見通しなんだから。もう時間だから行ってくれ。あらあら、逃げられちゃった。